ミソってガチですか？リノとハンは運命の相手だと本人たちが公言。4次元リノと超人見知りのハンがどうやって仲良くなったのか、運命的な出会いと仲が良すぎるエピソードを覗いていきたいと思います。ミソってこんなに尊い？ストレイキッズのケニの中でも人気のミソ。リノとハンのケニ名がミソの由来は2人の本名から来ており、リノの本名はイミンホ、ハンの本名はハンジソン。海外ではミンソンと呼ばれているようですが、日本ではミンソンからミソに省略されこのケニ名になったようです。なのでミソはイルステ特有の呼び方ということになりますね。そんなミソのケニで2キッズショーに登場した回が熱すぎた。2キッズショーはストレイキッズの独自コンテンツで、2キッズの秘密の話と音楽が共にする場所。最終回になる8話ではチャンビンが MC、ゲストはステイも待望のミソの2人。チャンビンが、僕は2キッズショーの妖精、MC のチャンビンです。と挨拶すると、進行を頑張るチャンビンに向かってリノとハンがブーイング。昨年末の 2023A でスリーラチャがベストクリエイター賞を受賞した時もそうだけど、ブーイングをすなブーイングを。チャンビンは、厳しい進行が予想されます。この2人の間に僕が入っていいのでしょうか？というのもリノとハンの仲がとてもいいことはキッズたちも承知の事実のようで、2人のミソワールドに飛び込むのがちょっぴり不安なびに、どうぞ入ってください。そしてミソの魅力を掘りまくってください。チャンビンが、スキスのオタク、と紹介したように、リノもハンもアニメが好きな者同士で、リノはプライベートで大阪で食べ歩きをしていた Vlog で、旅行バッグにアニメ、スパイファミリーのアーニャのクリップがついているのが映っていたり、推しの子にもハマっているようで、究極のアイドル、とノリノリで歌っていたりとかなりのアニメ好き。ハンのイセンヒョンジンからの、もし実在しないキャラクター3人とディナーに出かけられるとしたら誰を選ぶ？という質問に、ハンは、アーニャ、と回答。どうやらハンはアーニャに会ってみたいそうです。可愛すぎか。アーニャ好きも共通しているリノとハン。コンサートでは一緒にアーニャのセリフを使って自己紹介したことも。4次元代表、リノです。ワクワク。ハンを知ると世界が平和に。とアーニャの有名なセリフを真似して挨拶。そんないつでもどこでも仲睦まじい姿を見せてくれるリノとハンにチャンビンは、リノさんは本当にたやすくない。ハンさんはかなり内向型です。なのにこの2人がどうやって親しくなったのかすごく気になります。確かにリノは冷たい視線や独特な言い回しをしたりと、少し変わった雰囲気をまとっており、冷たい印象を持たれがち。ストレイキッズの公式キャラクターのスキズでも、リノのキャラクターであるリビットは気がお強そうなお顔をしておられます。そんなリビットをご本人のリノはわしづかみ。あまり近づいてはいけなそうな雰囲気です。しかしステイはご存知のように、リノはとても面倒見がよく温かい心の持ち主。オーディション番組の時リーダーのバンちゃんに一人で踊ってみろと言われて、プルプル震えているアイエンを見て、リノが救いの手を差し伸べたり、最近の出来事で言うとリノがマチュンの MC を卒業する日、収録を見に来ていたファンに向けて手作りクッキーをプレゼントしました。アイドルがオタクに手作りクッキー。騒音な優しい人間がいるのか。対してハンは明るくて親しみやすい雰囲気ですが、本人はかなりのインドアで人見知り。初めて行く場所や知らない人が多いと人見知りを発動してしまうらしく、Vlog でも外に出て撮影しようと思っていたけど、外でカメラを回すのに勇気がいるし結局外出がめんどくさくなっておうちログになったり、そんなおうちログ中にリノが乱入してきたり、チャンビンのつかみどころがないリノとかなり内向的なハンがどうやって互いに心を開いたのかという質問に、リノは、僕たちが心を開いたと思っているんですか？お互い閉ざしたまま過ごしているからわからないんです。もうそういうところね。また斜め上の回答でバッサリ切ってきたリノですが、ハンは、練習生の時今よりもっと内向的だったじゃないですか。その時リノさんが周りの人にすごくいたずらしていたんです。その中に愛情がこもっていました。だから僕もすごく親しみやすく感じて、よく僕をご飯に誘ってくれたんです。僕がかわいそうだと思っていたんですか？リノは、その時のことはあまり覚えていません。ねえ、
自然と一緒にいるようになった2人の関係をファンは雰囲気があったんです。運命という言葉は大げさだと思うけど、考えてみれば運命なのかもしれないし、はい、運命です。皆さん、ミソの出会いは紛れもなく運命でした。そんな運命の相手のハンが明るく笑ってくださいという鳥のもこの通り、もう熟年夫婦のような2人はコンテンツ内でも一緒にいる姿をよく見ますが、プライベートでも行動を共にしているようで、お花見や演劇を2人で見に行っている姿が目撃されているようです。リノはそれが僕たちの唯一の外出です。たまに外出すると目撃されます。どこまでもツンデレないリノさん。しかしファンが暴露。あれは話したかな。リノさんの部屋でコーヒーを飲みながらテレビで怖い話を聞きながら寝たことを。もうあの話していいかなって感じでリノに確認するファンが可愛すぎるんだけど、このシーン特に2人の世界すぎて、冒頭でチャンビンがこの2人の間に僕が入っていいのかなって心配していた気持ちがよくわかる。私たちもこの会話聞いてていいのかな。ファン曰く、リノと軽くご飯を食べた後、そのまま別れるのは残念だからと、リノの宿舎で怖い動画を見てそのままリノはベッドで、ファンは床で寝たそうです。もう、ありがとうなエピソードをありがとう。ケミやルームメイトを超えてソウルメイトのミソはお互いの癖も熟知しているようで、ファンによるとリノは頼み事をした時、本当にいい時と良くない時で声のトーンが違うといい。良くない時は少し声が低く10秒後にため息をするそうです。それを聞いたリノは、じゃあ10秒間僕を見てるの。嬉しそうなリノの笑顔よ。ステイの反応は、2人の空気感とリノの柔らかな笑顔が好きすぎて、ハニちゃんにしか引き出せないリノさんの表情が大好きです。MC のチャンビンさんの気持ちがすごくよくわかった。気が合うとかそういうレベルを超えて2人が並んでいる空気感がすごく自然。ハニがヒョンは10秒くらい空白があるとかのリノを分かりきってる言い方好きだし、じゃあ10秒間僕を見てるのって嬉しそうに笑うリノが本当に幸せそうで、ミソの2人の世界を拝めて幸せをお裾分けしてもらえた最高のコンテンツでしたね。 MC のチャンビン、どんな気持ちだったのかな。ミソこれからも押していく。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。